監督、今帰り？今近くでワールドマーケットっていうのがやっててね、いろいろ買い込んじゃった。普段はなかなか見られないようなお店が世界中から集まってるから目移りしちゃうんだよね。まだしばらくやってるみたいだから、そのうち一緒に行こう。見つからなかったけどあるかもしれないね。ガイにも声かけてみようか。そういえばガイとタスク、そろそろ冬組の公演が始まるからって体力作りに励んでるみたいだよ。楽しみで何かしてないと落ち着かないんじゃないかな。そうだね。あれ？グースピー。今日は暖かかったからね。ひそか、もう日もかけってきたし風邪ひいちゃうよ。僕が運んでみるよ。よいしょ。ダメだね。あ、そうだ。マシュマロじゃないけどこれなら。マーケットでもらったんだ。ほーら、ヒソか。マシュマロじゃない。何をしているんだ？ああ、ちょうどいいところに。誰か呼びに行くか。マシュマロを取ってくればよかったんじゃないか。確かにそうだね。まあいいが、俺が運ぼう。このクッキー知ってる。グースピー。寝言じゃないかな。次の冬組公演も楽しみっすね。黒の15。タスク破産。2分の1の確率で5回連続で外れるとか普通ないだろ。 3.125% の確率だ。ある意味すごいね。ギャンブルはやめといた方がいいよ、タスク君。言われなくてもやらない。まあ大負けしてるのはタスクだけじゃないから。っていうか、こんな本物さながらのカジノセットどこから？今日マーケットでもらったんだ。雑貨店の店主とビアガーデンで意気投合してね。飲み比べで勝ったらお店のもの何でもくれるって言うからさ。おもちゃじゃなさそうだし、どこかの本物のカジノで使われてたやつじゃないっすか？そうかもね。
お店の品物で一番高いのもらっちゃった。あの人最後は酔いつぶれちゃったからタクシーで送ってあげたけど、起きたら記憶がなくてびっくりしちゃうかもね。東さんとの飲み比べには要注意だね。ギャンブルよりも分が悪い。お酒怖え。今まで主演をしていないひそかくんがいいんじゃないでしょうか。俺も賛成だ。同じく。僕もいいと思うよ。頑張りたまえ。俺が主演？この後に及んでまだセリフが多いのは嫌とか言うんじゃないだろうな。さすがに主演でセリフ少ないのは難しいっすね。ひそかくんは演技力も高いし役の幅も広い。リアルな演技っていう他の人に真似できない大きな強みもあるし、主演をやるには十分な力を持ってると思うよ。やる。何か脚本に関して希望あります？やりたいこととかなってみたいものとか。希望？さあつづるくんを流れ星だと思ってお願いしたまえ。そこまで万能じゃないっすけどね。願い事ない。てっきりマシュマロを食べる役とか言うのかと思った。難易度高すぎっす。今までもいろいろやってきてますしね。時代で言うと平安時代あたりはやったことないんじゃないか。雅な世界観でいいね。職業ものとかは？そういえばあんまりやったことないっすね。古典はいろいろやったから、もう少し新しいものを題材にしてみたらどうかな。ちょっと探してみますか。十分っす。三影さん、何か希望を思いついたら言ってくださいね。わかった。役者三影ひそかとしてこのクッキーどこかでもしかしたら俺の記憶はまだ全部戻ってないのかもしれない。でも三影ひそかとして生きるためにその記憶はきっと必要ないものだ。三影ひそかディセンバー。俺はおや、どこに行くんだね。屋根裏部屋。新しいマシュマロの袋を持っていくといい。新作を買ってきたよ。これがあるからいらない。クッキーかね。珍しいこともあるものだ。おやすみ。風邪をひかないように気をつけたまえ。何事もないといいんだが。
仕事終わり、いつものようにキャンディーショップに立ち寄った。仕事中、張り詰めていた神経と固く閉ざしていた心を賑やかな店主と子供の笑い声が柔らかく包む。ミーシャなあ、気をつけて帰れよ。オーガストのもう一つの名前を呼んで子供たちが帰っていく。オーガストは表向きこのキャンディーショップの店主ミーシャとして情報収集を行っていた。組織の人間はたとえ家族を持ってもその正体を明かせない。一生秘密を抱えて生きていく。すべてをさらけ出せるのは家族であり同じ組織の一員であるオーガストとエイプリルだけだ。店に他の客がいなくなるとオーガストが俺に向き直った。おかえり。ただいま。ふっと肩の力が抜ける気がした。家に帰った家族との挨拶。オーガストが教えてくれたことの一つだ。君も食べる？そう言いながらオーガストが差し出したのはクッキーだった。包み紙に願い事を書くと願いが叶うっていう外国のクッキー。最近輸入菓子も扱うようになったんだ。願いが叶う。まあ包み紙に書くっていうのは僕が付け加えた設定なんだけどね。インチキ。願いが叶うのは本当らしいよ。どう？マシュマロの方が美味しい。ディセンバーは相変わらずだな。願い事は書かないの？俺の？そう、もちろんディセンバーの願い事だよ。思いつかない。さっきの子たちは好きな子のこととかお金持ちになりたいとかいろいろ書いてたよ。あと絵が上手になりたいとか。ほらこれ、その子が描いてくれた似顔絵。画家になりたいんだって。オーガストは？そうだな。そうだ。あの時のクッキー。オーガストの願い。何だったんだろう。思い出せない。組織に誘ったのは僕だから。何があっても二人を死なせたくなかった。組織や僕のことを忘れて新しい人生を。オーガスト、生きて。クッキーに書いたオーガストの願いは叶えられなくても最後の願いなら叶えられる。すべてを忘れてディセンバーを捨てて見影ひそかとして生きる。それがオーガストの願いで今の俺の願い。組織も過去もすべて捨てたらきっとその時は何のためらいもなく冬組のみんなに全てを打ち明けられる。俺の罪を何も聞かずに一緒に背負ってくれると言ってくれたみんなに、組織のこともオーガストのことも全部捨てれば。
おや、電池が切れたみたいだね。やれやれ、主演が決まって稽古にも身が入ってるかと思ったらいつも通りだな。でもなんだかちょっと安心したかな。部屋に置いてくる。手伝うか？いや、一人で大丈夫です。いや、なんでもないよ。今日のメニューは何でしょう？あれ、ひそかくんは？そういえば稽古の後から見てないね。またどこかで寝てるんだろ。そのうち腹が減ったら起きてくるんじゃないか。今日の昼も食事をとった様子はないが。またマシュマロ食べてお腹いっぱいになっちゃったんですかね。いや、実は最近あまりマシュマロを食べないのだよ。いつもなら1日に5袋は消費するペースなのだが、このところ2袋しか減っていない。それでも十分多いけどな。主演に向けての体作りか。あいつに限ってそれはない。何かあったんですかね。急に食べる量が減るなんて。そうだね。スピー。また稽古が終わるなりこれか。今日は俺が運ぼう。お願いします。ひそかくん、大丈夫でしょうか？このところずっと稽古が終わるなり寝ちゃうね。マシュマロの量も減ってるとなると、やはり少し異常だね。主演にプレッシャーを感じてるってわけでもなさそうだよね。見かけに限ってそれはありえない。だよね。ひそかくんが悩むことといったらマシュマロのことくらいしか考えられないが。それはさすがに。いくらなんでもマシュマロ以外にもあるでしょう。冗談だよ。しかし紬くんは思いつくかい？寝ることとか？もしや冬眠に入るのでは？あれほどマシュマロを食べていたのは冬ごもりのためだったのか。いや、去年だってそんな兆候なかっただろう。だとしたら一体。何にせよひそかくんに無理やり問いただすわけにもいかないからね。彼にもいろいろ複雑な生態があるのかもしれないよ。冬眠は絶対違う。とはいえ放っておくと体を壊しかねないしね。せめて食事は取れるように何か方法がないか考えてみましょう。そうだね。いらっしゃいませ。1名様ですか？かしこまりました。こちらのお席へどうぞ。
おすすめはこれ。打ち合わせが早く終わったんだ。すみません、注文お願いします。いや、どうせあのネタロウのことだろ。そりゃ一緒に暮らしてたら嫌でも気づく。なるほど。それで俺にどうして欲しいの？確かに他の誰よりもあいつの過去を知ってるし、訳を聞いてやることもできる。でもあいつと俺は考え方が違うし、今では立場も違う。昔も今も俺たちは正反対だ。いつもの監督さんらしくないんじゃないの？いつもは他人の過去なんて気にしないで、ずうずうしいくらいおせっかいを焼くくせに。君にとってあいつは何者？謎の組織に所属してるスパイ？それともマシュマロ食ってばかりのネタロウ団員？監督さんは一人の役者見影密かとしてあいつを見てやればいいんじゃない？まあどうせ焦ってるだけだろ。過去をどうにかしなきゃとか。あいつは昔からすぐ一人で焦って周りを困らせる。別に焦る必要なんてないんだ。本当に話したいことなら自然と話せる時が来る。ん？ああ、そうだ。あいつに言っといて。あんまりつづるを困らせるなよって。結局リクエストがなかったからって密かがやる気になりそうな要素を入れようと頑張ってるらしい。マシュマロ星から来た口からマシュマロ吐くマシュマロ星人が襲いかかってくる話とか、究極のマシュマロを作るために修行を続けるマシュマロ職人の話とか。お待たせしました。今日の日替わりカレーのお客様。あ、俺です。なんでだろうね。さあ、まあでもこんなオープンな場所で俺たちの話をするなんて、監督さんの神経はずぶといっていうかなんていうか、どうかしてるよね。その日は仕事があるオーガストに頼まれてキャンディーショップの店番をすることになっていた。お釣りはここ、在庫はここにあるけど、つまみ食いはほどほどにね。わかってる。オーガストはそれから店に来る子供たちの情報をつらつらと並べ立て始めた。正直そんな情報まで必要ないと思ったけれど、面倒なので黙って聞いていた。好きなお菓子に始まり、兄弟構成から
担任の先生の話まで、よくもまあ覚えているものだと感心するくらい、オーガストは子供たちの事情に詳しかった。もういいと遮れなかったのは、子供たちの話をするオーガストが楽しそうだったからというのもある。お店を休めないのも、子供たちがこの店でお菓子を買うのを楽しみにしているからだとオーガストは言った。エイプリルは今夜戻るみたいだからご飯は作ってもらって。いらない。絶対辛い。まあまあ、僕の作るちょっと焦げた料理よりはいいんじゃない？辛いよりは焦げてる方がマシ。それにオーガストの料理は嫌いじゃない。そう？お土産にお菓子買ってくるよ。それじゃあ行ってくるね。いってらっしゃい。行ってきます。行かないで。嫌だ。捨てたくない。俺はまだ。起きた？東、屋根裏部屋で寝てたはずなのに。ごめんね。ちょっと用事があって寝てる間に運んできたんだ。もうちょっと待ってて。それ髪留め？兄からもらったんだ。女性ものでつける機会もないんだけど、たまに磨いておこうと思って。東のお兄さん、確か事故で。うん、一応交通事故になるのかな。海に落ちたんだ。俺と同じだ。なあ、密かは砂浜に流れ着いたんだよね。お兄さんはどんな人だったの？いつも僕のことを気にかけてくれる優しい兄だったよ。僕の個性をからかったりせずに褒めてくれる人だった。お兄さん、もう一度会いたいとは思わないの？どうかな。そういう時期は通り越してしまったかもしれない。もう会えない分、これを形見だと思って大事にしてるよ。形見？密かには誰か会いたい人がいるの？それって誰か聞いてもいいかな？大事な家族。もう会えないけど。そう。お互い大事な家族を亡くしていたんだね。どうかした？声が。おお、ちょうど起きていたようだね。さっき起きたんだ。用事があったって言ったでしょ？そこのテーブル、場所を空けてくれ。飲み物はここに置きますね。ガイさん特製ザフラ料理だよ。料理はまだ完成度が低いんだが。最初に比べてだいぶ進歩したよね。今のお腹の音。お腹すいた。
それはよかった。寝る前に早く食べろ。いただきます。最近寝てばかりで食事もきちんととってなかったみたいだから、みんなで一緒に食べたらどうかなと思ってね。心配かけてごめん。謝ることはないよ。何やら考え込んでいる様子だったからね。終焉に倒れられたら困るからな。充電をしなければ体が持たない。俺たちにできることは多くないかもしれないけど、何かあれば言ってほしい。話せなくてごめんなさい。まだ俺は自然と。すごい腹の音だな。とりあえず食べようか。せっかくの料理が冷めちゃうし。このスープ、香辛料のいい匂いがしますね。出汁を取るときに野菜を焦がした。ちょっとだけ焦げた味がするかもしれない。焦げたスープなら慣れてる。ひそかくん、料理苦手だったの？俺の家族がいつも焦がしてた。やる気だけはあったけど。また気が向いたら密かの家族の話聞かせてね。いつか自然と話せるようになる。なんでもない。さて、こっちはこのくらいでいいか。あとは見影？どうかしたのか？酔っ払いのタスクと紬と監督が演劇の話を始めて、アリスも泣き始めてうるさすぎる。なるほど。つまみをもう一品作ろうかと思ってたんだが、何かリクエストはあるか？まあ何でも作れるわけではないが、焦げたスープなら得意だ。焦げたスープもいいけど、今は違うものがいい。なんだ？マシュマロのせ。それなら作れそうだ。次はどんな舞台になるんだろうな。皆木のことだから面白い脚本をあげてくれるだろうが。どうかしたのか？俺嘘ついた。嘘？あれ、こんなところにいたんすか。ちょうどよかった。脚本できたって本当か？今度はどんな話か楽しみだな。早く読ませてくれたまえ。酔ってたんじゃないのか？脚本の話を聞いたらみんな一瞬でシラフに戻ってたよ。なるほど。じゃあこれ確認お願いします。そういえば元気そうですね。さっきまでソファーで寝てた。キッチンに現れるなり一言言いながら倒れたな。へへ、すんません。とにかく脚本読んでください。
面白いね。いつもと少し違った雰囲気でいいんじゃないか。この主人公、俺とちょっと似てる。記憶をなくして気づいたら大切な人が消えてる。やりづらそうなら少し変えても。俺にしかできないと思う。頑張る。本当はもっとマシュマロとか入れようと思ったんですけど、うまくいかなくって。そしたら主人公を記憶をなくした男にしてみたらって監督が。監督が？ちょっと迷ったんすけどね。ネタが浮かんじゃって一気に書き上げちゃいました。大丈夫っすか？ありがとう。それからごめん。俺嘘をついた。願い事ないって言ったけどあった。そうなんすか？でも何にでもなれる、何でもできる舞台でも絶対に叶わない願いだったから言えなかった。ああ、それならしょうがないっすね。もしもまた俺に脚本を書いてくれることがあったら、その時また聞いてくれる？もちろんっす。頭痛え。昨日はキャサリンがやけに飲ませるから。おい、出てこい。いるのは分かってんだ。ああ？出てこねえとドア蹴破るぞ。おや、久しぶりですね。最近キャサリンは来た？あなたと一緒の時以外で。僕が立候補しようかな。ディーラーの動きならこの間もらったカジノセットで予習できたし、それにこれまでみんなに支えてもらった分、これからは僕がみんなのことを支えたいんだ。密かとの共通点も見つかったし、やらせてくれないかな。賛成だよ。いいんじゃないか。俺もいいと思います。異論はない。よろしく、東。こちらこそ。まさかお二人が結婚なさるとは思いませんでしたが、古くから知ってるだけに私も嬉しいです。ぜひ式には来てくれ。もちろん。
お疲れ。あんたがビールなんて珍しいな。たまにはいいかと思ってね。ありがたくもらっとく。よっと。さよなら。悪くはなかったけど、いまいち締まった感じがしなかったですね。なんとなく未練が残ってる感じがしたな。脚本を読んでいる時はもっとさっぱりしてる感じがしたがね。同じくそんな印象を受けた。でも大事な人だったんだし、少し未練がましさが残ってもリアルな気がするよ。なるほど。俺も吹っ切れた方がいいと思う。吹っ切らないと新しい一歩を踏み出せないから。ありがたくもらっとく。よっと。さよなら。ごめん。今のままでも悪いわけじゃないしね。東さんが言っていたように未練を残すラストもありだと思うよ。そうだな。ひとまずこの形でやってみたらどうだ。劇場で客が入ったら変わることもある。密かくんのやりたいようにやりたまえ。あまり意識しすぎない方がいいよ。スピ舞台袖に引っ込むなりこれだよ。劇中の勝負は心理戦みたいなものですし、だいぶ精神的に消耗してるみたいです。いつも以上に寝てるな。食事はとっているからその点は心配いらないんだけどね。明日は休園日だし、見かけも少しは休めるんじゃないか。ただ密かくんの場合は肉体的な問題じゃないので、何か気分転換になることでもした方がいいかもしれません。マシュマロ食べ放題とか。食べ過ぎて腹壊すんじゃないか。そうだ、それならマーケットに行くのはどう？そうそう、いろいろな国のお菓子も売ってたから密かも楽しいんじゃないかな。そろそろ会期も終わっちゃうみたいだし。面白そうだね。見かけが起きたら知らせてやろう。寒い。出会った時はいつも裸足だったのにね。昔とは違う。エイプリルがいれば
もっと楽できたかもしれないのに。昨日の喧嘩まだ仲直りしてないだろ。オーガストの言葉で前日のエイプリルとの会話を思い出す。お前のせいでオーガストが死んだら許さないなんてエイプリルに言われなくてもオーガストは俺が守る。そろそろ時間。立ち上がった時ネックレスが落ちた。俺が俺であることの証。縁起が悪い。古くなると留め具が緩んで落ちやすくなるからね。もう何年も使ってるから。そうだ。これからは3人で指輪にしよう。支給品のネックレスは味気ないし。3人でお揃いなんてエイプリルが嫌がりそう。確かに。でも僕らの生きてる証で家族の証だからさ。おお、起きたよ。そろそろ起こそうと思っていたところ。もうすぐ開演時間だよ。わかった。おい、小道具の指輪忘れてるぞ。ありがとう。またのお越しをお待ちしております。当分やめとくよ。もう帰るのかい？一仕事終えたんでね。お疲れ。あんたがビールなんて珍しいな。たまにはいいかと思ってね。ありがたくもらっとく。これからは3人で指輪にしよう。支給品のネックレスは味気ないし。3人でお揃いなんてエイプリルが嫌がりそう。確かに。でも僕らの生きてる証で家族の証だからさ。失礼。おや、何か落ちたようだよ。いや、気のせいだろ。そうかい？それならいいが。さよなら。今日ちょっとラストが違ったよね。アドリブかな？どうしてあの時オーガストの顔が。ああ、よかった。起きてて。東。寝てたらどうやって起こそうかと思ってたんだ。これじゃあ君は起きないから。そのクッキー君が気に入ってたみたいだって誉から聞いてね。マーケットで探してきたんだ。これ願いが叶うクッキー。そうらしいね。包み紙に願い事を書くと願いが叶うんだって。なんで東が知ってるの？
最初にこのクッキーをくれた男の子が教えてくれたよ。包み紙に書くっていうのはインチキ。そうなの？でも夢があっていいんじゃないかな。密かも書いてみたら？俺の願い事は過去を捨てて御影密かになること。本当に？この前話してた家族に会うことが密かの本当の願いなんじゃない？タスクみたいに一歩踏み込んでみようと思ったけど、ちょっとらしくなかったかな。ごめんね。今の言葉は忘れて。このクッキー昔家族にもらったんだ。でもその時彼が願い事をなんて書いたのか思い出せない。だから最後に聞いた彼の願いを叶えなきゃならないんだ。それが俺が過去を全部捨てて御影密かとして生きること。全部忘れて捨ててしまえば何のためらいもなく冬組のみんなにも過去をすべて話せると思った。それがきっと今の俺にとって一番いいことで彼の願いを叶えることでもある。だけど過去を思い出せば思い出すほど今は会えない家族に会いたくてたまらなくて、家族ごと過去をすべて捨てるなんてできなくなった。今日舞台で指輪を捨てられなかったのは家族の顔を思い出したから。ごめんなさい。最近の密かは謝ってばかりだね。でも話してくれてありがとう。実は僕も謝らないといけないことがあるんだ。東が俺に？兄のことを話した時、もう一度会いたいと思わないかって聞いたでしょ。あの時は素直にうなずけなかったけど、本当は会いたいよ。会ってありがとうって伝えたい。でも叶わないことだから。俺と同じ。俺もありがとうもさよならも伝えられなかった。やっぱり僕たちはちょっと似てる。密かの家族のお墓とかないの？わからないけど多分ない。そっか。直接会って話すなんてことはもうできないかもしれないけど、お墓参りをして言葉と花を添えるだけでも気持ちが違うから。僕の兄は見つかってないから、お墓は形だけのものだけど。お墓じゃないけど近いところならある。最後に別れた場所。でも行くのがちょっと怖い。一緒についていくよ。一人で行く怖さは僕もわかるから。冬組のみんなで一緒に行こうか。みんなで？きっとみんな何も聞かずについてきてくれるよ。
東さんがついてるからきっと大丈夫ですよ。東さんからだ。なんだって？寝てる御影を運んでほしいって。それだけか？はい。まあ心配いらないってことかね。ですかね。行ってくる。スピじゃああとはよろしくね。僕は明日のことを監督と相談してくるよ。はい。ねえタスク、自分から一歩踏み出すのは勇気がいるね。えなんでもないよ。はースピ俺はお前の過去には興味がない。関係もないと思ってる。でも役者としてのお前には興味がある。御影の芝居は今まで会ったどの役者とも違う。妙なリアリティと説得力がある。きっと俺とは全く違う濃い人生を送ってきて、俺が学んできたのとは違う方法で習得したんだろうと思った。他の劇団員たちも過去にはいろいろあったはずだ。辛いことも悲しいことも苦しいことも、平凡だったやつもそうじゃなかったやつも。お前の過去がどうだったかは知らないが、どんな人生でもお前にしかできない芝居がある。だから俺が起きてなかったら独り言だった。起きてただろ。今までどれだけお前を運んだと思ってる。寝てるかどうかくらいすぐにわかる。そう。じゃあ本当に寝る。ありがとう。紬。前にアリスにあげたのはなんていう花？誉さん。ああ、ミステリ公演の時かな。ヒペリカムだよ。俺にも大切な家族にあげる花を選んでほしい。それなら密かくん自身が選んであげた方が喜ぶと思うよ。でも俺花言葉とかよくわからないから。花言葉よりも密かくんがその花にどんな思いを込めるかの方が大事なんじゃないかな。送る相手のことを考えながら直感でこの花壇の中から選んでみて。じゃあこれスイートピーだね。密かくんの気持ちきっと届くよ。これは俺から密かくんに。俺に？アネモネだよ。花言葉はどんな思いを込めたかが大事だって言ったでしょ。思郷が泉のように湧いてくるよ。今はそんなことよりやることがあるだろう。この辺りなら見晴らしも良くて花を手向けるのにちょうどいい。
密かくん。大丈夫？大丈夫。ただ思ってたのと違ってたからちょっとびっくりしただけ。こんなに穏やかで明るい場所だと思ってなかった。そっか。俺の家族オーガストはここで亡くなったんだ。最後に俺を逃がしてくれた。俺は子供の頃からずっと一人ぼっちで生きてきた。それを拾ってくれたのがオーガストだった。生きていく術も家族のぬくもりも全部オーガストが教えてくれた。誰よりも大切な家族だったのに俺は守れなかった。ありがとうもさよならも伝えられなかった。オーガストが俺に望んだのが過去を捨てて新しい人生を生きること。何にも縛られることなく御影密かとして生きることができたらみんなにも全て話せると思った。もう素性を隠したりする必要はないから。でもどうしてもディセンバーでいた過去を捨てられなかった。そこに家族がいたから。俺にとってディセンバーでいた過去も家族との思い出も全部つながっていて捨てられない、忘れられない。今みんなが認めてくれる俺の芝居は過去があったからで、御影密かという名前をくれたのもオーガストだ。全部過去が今につながっていて切り取ることなんてできなかった。俺は過去を捨てずに過去も含めて御影密かになる。そうか。オーガスト、ありがとう。それからごめんなさい。オーガストの最後の願いは叶えてあげられない。俺は君を忘れない。忘れられない。だって大事な家族だから。でもオーガストの言った通り新しい人生を歩んでいくから見守ってて。一ついい詩が思い浮かんだんだが披露してもいいかな。は？さっき高藤が止めていたが。私も迷ったのだがね、普段の密かくんの姿を見せてあげるのもいいのではないかと思ったのだよ。普段の密かくんといえば同室の私の存在は欠かせないだろう。そして私といえば素晴らしい詩の数々。どうかね、間違っていないだろう。でも詩はいらない。何？これも普段の光景だね。まったく。それにしてもこんなところから落ちてよく生きてたね。東のお兄さんも
生きてるかもしれない。俺みたいに記憶をなくして幸せに生きてるかもしれない。いつかまたどこかで会えるかもしれない。兄は密かほど丈夫じゃないかもしれないけど、でもそうだね、そうかもしれない。紬、タスク、アリス、東、ガイ、それから監督、何も聞かずについてきてくれてありがとう。お前のわがままには全員慣れてる。だね。24年の人生、言えぬ過去の一つや二つあるだろう。気にする必要はない。俺たちにとってのひそかくんは今目の前にいる君だけだよ。きっとそれは変わらない。だからひそかくんはひそかくんらしくいればいいんじゃないかな。ありがとう。俺は大事な家族を亡くしたけど、みんなに出会えてよかった。うん、僕もそう思うよ。そろそろ行くか。海辺をドライブするのも良さそうだね。泣いたら疲れた。スピー。ここで寝るのか。おい、また落ちるぞ。やれやれ。おはよう、ディセンバー。オーガスト？はい、マシュマロ。はん？もぐもぐ。都合のいい夢？そうかもしれない。でもそれを言ったら台無しじゃない？新しい人生はどう？楽しい。冬組のみんなとも劇団のみんなとも仲良くやってる。そっか。エイプリルとはちゃんと仲直りできた？いろいろあったけど。エイプリル、千景には心配かけちゃったよね。勝手なことして迷惑かけてごめんね。でも二人が今も一緒にいてくれて、新しい家族と笑って過ごせてることが本当に嬉しいよ。俺、過去を忘れない。全部背負ったまま御影ひそかになる。まったく、全部忘れちゃった方が楽なのにね。ひそかがそれでいいならいいよ。それにしても我ながらいい名前をつけたよね。御影ひそかに宇月千景なんて。また会えるかな、3人で。また会えるよ、いつかね。僕らは最強のチームで家族だからね。ずっとずっと。眠たくなってきた？うん、
まだ起きてる。まだ話を。おやすみ、ひそか。おやすみ、オーガスト。ここで寝てたんだ。ありがとう。俺ごめん。明日の公演まだ席ある？大事な家族とその代理。冬組のギャンブラーかっこいいね。冬組らしく大人って感じですよね。私もギャンブラーやるよ。班長班長班長。長か班かってやつじゃないの？和風の方か。俺のだ。泣いたんだって、ガキみたいに。オーガストにあった夢だけど。そうか。どうせバカみたいにヘラヘラ笑ってただろ。うん。一緒にマシュマロ食べた。夢の中でもマシュマロか。それで千景に心配かけてごめんって言ってた。二人が一緒にいて新しい家族と過ごしてるのが嬉しいって言いそうだな。俺は過去を背負ったまま御影ひそかとして生きるって伝えた。お前がそれでいいならいいんじゃないか。あのクッキー本当に願いが叶うのかも。オーガストに会えた。クッキー？新しい願いができたから千景に叶えてほしい。なんで俺が？見届けてほしい。俺が御影ひそかとして舞台に立つところをオーガストの代わりに。了解。報酬はマシュマロ一袋で。契約破棄するぞ。髪留めか？それお守りだよ。
さあエンジンを組もうではないか。前回の第5回公演ではタスクくんのせいでできなかったからね。エンジンですか？初日でもないのに今更やるのか？そもそも座長でもないだろう。では座長が温度を取りたまえ。振り付けは完璧に入っているよ。行こう。待ちたまえひそかくん。エンジンはまた持ち越しかな。頭痛え。昨日はキャサリンがやけに飲ませるから。おい、出てこい。いるのは分かってんだ。ああ、出てこねえとドア蹴破るぞ。なんだよ朝っぱらから。そんなに怒鳴らなくても聞こえてるって。はいはい、どちら様？ようやく出てきたか。お前がリアム・クーガーだ。そうだけど100万ドルの返済期限が明日だ。きっちり払ってもらえんだろうな。は？キャサリンが100万ドルの借金？婚約者なんだろう。一連卓勝、もちろん払うよな。そもそも借金の話なんて聞いた覚えはないし、連帯保証人になった覚えもない。ところがちゃんと証拠があるんだな。こんな書類いつ？キャサリンに確認してみる。繋がらないと思うぜ。家も引き払った後だ。そんな、昨日の夜会ったばかりだぞ。そりゃ準備がいいな。あんたには気の毒だが、債務者が逃げた以上、連帯保証人のあんたに支払いの義務がある。期限は明日だ。金が揃ってなかった時はどうなるか分かってるよな。おっと、逃げようなんて思うなよ。こんな風に穏やかに話してやれなくなる。逃げるつもりはない。でも期限は明日だろ。まだ1日ある。ひとまず今日のところは帰ってくれ。そうしたいのは山々なんだが、この時期に追い詰められて面倒なことするやつが多くてな。悪いがこれも俺の仕事なんだ。監視付きで構わないから外出したい。オーケー、それなら許可しよう。で、どこへ行くつもりだ？100万ドル稼ぎに行くんだよ。いらっしゃいませ。まさかカジノとはな。大金稼ぐ方法なんてそうそうないだろう。せいぜい頑張れ。おや、久しぶりですね。最近キャサリンは来た？あなたと一緒の時以外で。ああ、お一人ではそうですね、たまに。少しきな臭い連中と付き合っておられたようで、気にかけられた方がよろしいかな。そういえば式は半年後でしたっけ？
楽しみですね。そうだな。まさかお二人が結婚なさるとは思いませんでしたが、古くから知ってるだけに私も嬉しいです。ぜひ式には来てくれ。もちろん。これはどうすればいいんだ。あれはこの店では見ない顔だな。ご存知ないですか？バシュレ氏のご子息ですよ。へえ、不動産王の御曹司か。あんな大きい息子がいたとはな。今回は支配人の計らいで特別に入店を許可されたそうです。チップはここに置くんだ。カジノは初めて？ええ、まあ。それ降りない方がいいよ。ほらね。本当だ。次はこっち。すごいな、あんた。でもなんで？手持ちが寂しくてね。手数料もらっとくよ。ああ。俺はリアム。あんたは？ドミニク。一人で来たのか？ああ、卒業旅行みたいなもんだよ。羽目を外せるのは今くらいだろ。いいじゃないか。また勝ちだ。これで倍だ。あとは儲けで遊んで最初の資金は大事にしまっとくんだな。あんたのおかげで負けなしだ。すごいよ。じゃあこれ手数料なあ、一つ勝負しないか？この手数料をかけて。別にいいけど。ちょっとしたお遊びだ。ポーカーになれるにはちょうどいいだろう。やめといた方がいいよ、お坊ちゃん。全額巻き上げられる。何のつもりだ、レドリー。哀れな若鳥が自ら羽むしって火にかかろうとしてるのが見えたからついね。これっぽっちの手数料で身ぐるみ剥がすなんて。リアムはプロだよ。ほら、逃げられてしまったね。声をかけたのは親切心だったんだけどな。そういえばこの前キャサリンを見かけたけど。どこで？食いついたね。この情報をかけて一勝負というのはどうかな？いいだろう。ノーマン、頼みがある。ここでの仕事は困ると言ってありましたよね。キャサリンのためだ。わかりました。今回だけですよ。3カード。俺の勝ちだ。おや、残念。それでキャサリンの情報ってなんだ？彼女今支配人のエドガーのところにいるって話だよ。てっきりリアムとは終わったのかと思ってたけど、その様子を見るとどうやらそうじゃないみたいだね。別れ話のもつれ？
まあ頑張りなよ。エドガー。おや久しぶりだなリアム。最近キャサリンには会った？キャサリン？いや最近は見てないな。そういえば結婚するんだって？おめでとう。お祝いを送らなくてはな。なんならここで結婚式を挙げたらどうだ？最後にキャサリンを見たのは確か1月前だったかな。そういえばノーマンと一緒にホテルのラウンジで飲んでたみたいだが。まあ彼女に限って間違いはないだろうが、マリッジブルーというのもあるからこの時期の女性はフォローしておいた方がいいぞ。俺も結婚直前の妻とはいろいろあったからな。よー、儲かってるか？期限まであと2時間だ。逃げるなよ。至急金を借りたい。俺の耳がおかしくなったが、俺は金を返してもらいに来たんだが。軍資金がいる。担保はこれで。ひゅー、豪勢な婚約指輪だな。いいだろう。幸運を祈る。勝率は五分あるかないか。心もとないがこれでなんとかするしかないか。なああんた金に困ってるのか？ああ、ついでにお坊ちゃんの世間話に付き合う時間もないほど切羽詰まってる。じゃあこのチップあんたにやるよ。ここで儲けた分。は？別に金が欲しかったわけじゃないし、いろいろ勉強になった。さすがお坊ちゃん、太っ腹だな。それにあんた俺から最初の資金まで巻き上げるつもりなかっただろ。じゃなきゃ大事にしまっておけなんて言わないし。親父と違って人がいいな。悪い女に騙されないように気をつけろよ。肝に銘じとく。でもおかげで月が回ってきた。よっ。調子はいかがですか？まあまあだな。ちょっと付き合ってくれ。もうすぐ交代時間なんですが。そう言うなよ。これが最後になるかもしれないし。わかりました。VIPルームへどうぞ。飲み物はいかがですか？少し頭を冷やされては。そんな悠長なこと言ってられないんだよ。らしくないですね。こちら私のおごりです。それはどうも。レイズ20。コール。レイズ残り全部だ。本気ですか？期限まで残り5分。どちらにしろ勝てなきゃ結果は同じだからな。コール。どうぞ。もしもし。なあ、問題ないって。安心して大丈夫。愛してるよキャサリン。悪かった。続けよう。では
オープン。ロイヤルストレートフラッシュ。100、200。あまりは選別だ。キャサリンに渡しといて。いつ分かったんですか？レドリーとの勝負の時にあんたが手助けしてくれただろ。いつもなら絶対ありえない。だからあんたがレドリーの情報を俺に聞かせたかったのかと思ってさ。キャサリンとは？さっきの電話は嘘。お幸せにな。彼女とはそんな関係ではありません。彼女の姉に恩があって泣き疲れたんです。あなたに恨みはありませんでしたが、他に手がなかった。別にもういいさ。あんたも自分の手を汚して仕事を失うわけにはいかないってことだろ。すみません。でもあなたならどんな勝負でも逆転できると思っていた。そりゃどうも。またのお越しをお待ちしております。当分やめとくよ。もう帰るのかい？一仕事終えたんでね。お疲れ。あんたがビールなんて珍しいな。たまにはいいかと思ってね。ありがたくもらっとく。よっと。さよなら。ほら、ひそか。カーテンコールだよ。ありがとう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 ございました。ありがとうございました。まあネ太郎にしては頑張ったんじゃないか。ああ、オーガスト。ありがとうございました。打ち上げやるんじゃなかったのか？昼間から飲んだら夜まで持たないだろう。温存しなくてはね。ハリスが一番に潰れる。否定はしないよ。これが東さんの言ってたマーケットですか？そう、会期がちょうど今日までなんだって。来られてよかったです。お菓子に雑貨、民芸品にアクセサリー、いろんなお店がありますよ。食料品の店もあるな。僕はアクセサリーが見たいんだよね。俺は雑貨に興味があります。お菓子が見たい。私は古書や骨董品が気になるね。みんなバラバラだな。時間を決めてそれぞれ買い物してこようか。それで打ち上げで買ってきたものを見せ合うのはどう？
じゃあ1時間後にまたここで。ありがとう。前にも綺麗な男の人に助けてもらって。この国は親切な人が多いですね。だって。どういたしまして。そのクッキー、それよかったらお礼にどうぞ。クッキーくれるって。そのクッキーの包み紙に願い事を書くと願いが叶うんですよ。え？実はそのジンクス、僕が通ってたお菓子屋さんが始まりらしいんです。このお菓子、包み紙に願い事を書くと叶うんだって。でもあのお菓子屋さん突然閉店しちゃったんですよね。ミーシャさんがどこかに行っちゃったらしくて、いろいろ話をしてくれてすごく優しい人だったんです。また会いたいな。あ、そうだ、彼が願い事を書いた包み紙を持ってるんだけど日本語みたいで読めないんです。これなんて読むんですか？家族仲がいいって意味の日本語。そうだったんですか。きっと彼の家族も素敵な人たちなんだろうな。素直にうなずけない。なんでもない。俺もまた彼に会えるようにこの包み紙に書いておく。そうですね、僕もそうします。それじゃあありがとうございました。そうかもしれない。風船。あれ、監督と密かも来たんだ。メッセージをつけて飛ばすイベントをしてるみたいだよ。僕も気になって見に来ちゃった。メッセージの記入はこちらでどうぞ。ありがとう。書けた。カウントするのでみんなで一斉に
空に放してくださいね。10、9、8、7。僕もかけたよ。3、2、1、0。いつかまたオーガストと会えますように。兄さんが安らかな気持ちでいてくれますように。お昼行ってきます。いってらっしゃい。今度はこっちの電話。もしもし。久しぶり、エイプリル。この番号、国内からだな。バレたか。テレビで日本の特集を見てさ、面白そうだったから休暇を消化しに来たんだ。観光案内してやる暇はないぞ。新しい任務が入ったから明日の朝には立つよ。夜一杯くらいどう？今日は仕事で遅くなりそうだから無理だな。残念。じゃあまた今度。ああ、注意しておくか。相変わらず読めないやつ。また来るよ。冬組第6回公演が成功に終わったことを祝して。そこまで言ったんだから乾杯まで言いたまえ。まあ密かなりに頑張ったと思うよ。言わされた感がすごいですけどね。ひとまず乾杯ということで。乾杯。まったく閉まらないね。それでみんなは何を買ってきたの？俺は便利そうな調理器具や調味料をいくつか。見たことないのがいっぱいある。ああ、これを使うのが楽しみだ。俺は8になりそうな器を買ってきました。なかなか味のある器だね。寄せ植えをするのに良さそうだなと思って。どんな風になるのか楽しみだな。俺は練習着に使えそうなユニフォームだ。スポーツウェアを売ってるお店なんてあったんだ。ああ、洋服の店が集まってるコーナーがあっただろ。とても全部は回りきれないね。私は詩集を何冊か買ってきたよ。珍しい洋書も揃っていて実に楽しかった。随分と難しい内容のようだ。読めるのか？もちろんだとも。私を誰だと思ってるのかね。言葉の魔術師だよ。意外にすごいんだな。意外。何かね君たちは。まったく。密かは何を買ってきたの？マシュマロ。私もこれまで相当いろいろなマシュマロを買い集めたが、初めて見るものばかりだよ。マシュマロは世界各国で食べられてるんだね。東さんは何を買ったんですか？僕はワイングラスにしたよ。綺麗。
酒が進みそうだ。今度これで飲もうね。こうして並べてみると個性があって面白いですね。じゃあこれから飲み比べして勝った人がお宝全部ゲットできるっていうのはどう？それ勝つ気満々じゃないですか。ポーカーがいい。今回の公演のストーリーに合ってていいね。なるほどな。いいよ。ポーカーで勝負しよう。飲み比べよりはマシだろ。私もギャンブラーとして負けていられないね。俺も負けない。